はい、今回は久々にヒースロー空港に来ました。で、このサンドイッチブレッドで買って、どこに行ったのかというと、実はドイツ・ミュンヘンまで行ってきました。今回はですね、大学時代の恩師にですね、ドイツに遊びに来ないというふうに言われたので、ロンドンに住んでることがバレてるのでですね、言われたので、ちょっと行ってみようかなという感じで行ってみました。ロンドンからミュンヘンまではだいたい2時間ぐらいで行けるんで、なんか東京、大阪みたいな感じで行けるので、こんな感じで観光してきました。で、ドイツではこんな感じでバイエルンの伝統料理を、ちょっとアレンジしたものなんですけど、食べてきました。こんな感じでですね、バイエルン料理って全然本当に食べたことなかったので、とってもいい貴重な経験になりました。で、ここはちょっとオーストリアを意識したカフェになっておりまして、ここも先生に連れてってもらったんですけど、この奥に見える卵焼きみたいなのがすっごい美味しかったです。で、これはミュンヘンの伝統的なケーキですね。そんなわけで1泊2日のミュンヘン旅行もあっという間に終わり、ロンドンに帰ってきました。それでですね、ドイツの旅行の中で日本の学生さんたちにいろいろ質問をいただいたので、それについて後でこの動画の中で話していこうかなっていうふうに思うんですけど、まず私このドイツの旅行から帰ってきてすごい風邪をひいてしまって、金土日月火ぐらい月まで結構寝込んだりとかして、熱とかはあんまり出なかったんですけど、すごい倦怠感に襲われるっていう風邪をひきました。なんかちょっと味がなくなったりとかもしたんで、もしかしたらコロナだったのかもって今更思ってます。で、このめちゃくちゃ有名なカルボナーラ麺なんですけど、一時期ロンドンで売り切れてて全然なかったので、最近久々に出会えてめっちゃ嬉しかったです。で、なんか風良くなったんで散歩してみたら結構いろんな花が咲いてて、桜っぽいのも咲いてました。で、一応ね、お酒じゃなくてスムージーを飲みに行って、でチキンスープがいいならチャウダーもいいかなと思ってチャウダーを飲んでみたりしました。そんな感じでですね、暴飲暴食を結構ミュンヘン旅行の前からしてたんですけど、風邪のおかげであんまり太ることなく過ごせたので、風邪に感謝っていう感じでした。で、ここからはですね、そのいただいた質問について、ちょっと回答していこうかなっていうふうに思うんですけど、いただいた質問っていうのが、どうやったら海外で暮らせますかとか、どうやったらその海外で仕事が見つけられるんですかっていうようなご質問をいただいたんですけど、まず、生活に関しては、私はワーホリで来てるんで、どうして住んでるんですかって言われたら自分の意思でワーホリに申し込んで、たまたまその時は抽選だったんで当たって来たんですよみたいな話をしたんですけど、でもまずその来れるのがすごいっていう風に言われたんですけど、あの海外で生活できるかどうかっていうのはその勇気にかかってると思ってて、やるかやらないかみたいな、この「えい来ちゃおう」みたいな、この「えい」ができれば本当に誰でも極論できるかなっていうふうに私は思ってます。なんであんまりなんか海外で暮らすのって怖いとか思ってるんだったら多分できないとは思うし、ちょっとやってみたいな、やってみようかなみたいな風の気持ちが大きければ「えい」っていう風に来れると思うので、そのなんかちょっと興味があるんだったらその興味の方をもうちょっと自分の中でも大きくさせるように頑張ってみて、で自分の「えい」を養っていったらいいかなっていう風に思います。で、次のその仕事はどうやって見つけたんですかに関しては、私そんな海外とか日本とか関係なく仕事に関しては縁だと思ってるので、ご縁だと思っているので、本当に納得がいく仕事に出会えるまで、あとはなんかやってみたら意外と好きだったみたいな仕事とかもあると思うんで、これも一緒でやってみればみたいな感じですね。とりあえず就活やってみたらいいじゃんみたいな風に思ってます。自分が今持ってるスキルとかをこなんかよく履歴書に
書いてこう欲というかちゃんと書いて、でそれに合った仕事が見つかるかもしれないし、自分が全然思っていなかったような仕事に出会うかもしれないなっていうふうに思ってます。で、まあここからはなんだろうな、現実的なメンタル的な話じゃなくて、こうなんか客観的な話になっていくんですけど、イギリス、あくまで私はイギリスにいるんでイギリスのことしかわからないんですけど、しかも自分の経験したことしかわからないんですけど、イギリスと日本でまず全然違うことは履歴書が全然違うっていうことがあります。イギリスで履歴書はアメリカと違ってレジュメって呼ばなくて、イギリスだと CV っていう風に呼びます。まあ V は日本語発音なんで CV っていう風に呼ぶんですけど、その CV を作らないといけないんですね。で、この CV っていうのが全然やっぱり日本のものとは違って、日本のものだと例えばなんか名前書いて、あと生年月日書いて、で自分の顔写真つけてとかやんないといけないと思うんですけど、イギリスの CV はそんなこと全然やんなくってよくて、自分の名前をまずすごい大きく書く。で、その後は、何の大学を出たのか、でどんな仕事を今までしてきたのか、で学歴は言ったかどんなスキルがあるのかみたいなことを書いていくだけです。なんでその CV で、顔で落とされるとか顔で採用されるっていうことはなくて、まずスキルをこう見てもらってとか、学歴を見てもらってとか、職歴を見てもらって、あ、この人はいいかもっていう風に思ってもらってから、こう次の面接に進めるかどうかが決まるんで、顔で判断されないっていうのが個人的にはめちゃめちゃいいなっていう風に思ってます。あと生年月日も書かなくていいので、これも年齢で落とされることがないっていうのがあって、すごくいいかなっていう風に思ってます。あとはですね、何が一番違うかっていうと、イギリスは完全にそのスキル重視、経験重視みたいなところがあって、例えば日本だったら、急になんだろうな、ジムやってた人が、いや、経理やってみたいかもとか思って、経理の、例えばちょっと勉強して、職歴がなくても、で、経理やりたいですみたいな感じで、言っても大丈夫だと思うんですね。でもイギリスの場合は、たとえカフェのバリスタであっても、それが人気職であったら、カフェのバリスタの経験あるのとか、コーヒーの知識どれぐらいあるとか、そういうのが結構見られるんですよね。なんでそのなんだろうな、知識とかがなかったら結構厳しいっていう感じのところがイギリスと日本で一番違うかなっていうふうに思ってます。はい、今回はドイツ旅行と海外生活において重要なことについて話してみました。もっと具体的な話はね、今後の動画でしていければなというふうに思います。それでは。